はい、本縫いミシンの垂直釜です。これの分解と掃除、補修をしてみたいと思います。今回こちらの2倍釜、大きい方の釜ですね。こちらが標準の釜です。大きさを比較してみますとかなり大きさが違います。ボビンケースとこちらボビンですね。こちらが倍釜になります。ボビンケースとボビン。ボビンの大きさもだいぶ違いますね。太い糸がたくさん巻けるようになっています。釜の大きさもこのようにだいぶ違いがあります。で、今回はこちらの垂直釜の2倍釜、こちらを分解してみたいと思います。使う道具は、細いドライバー、その先の細い、しっかりした大きさのものがいいと思います。この細いドライバー1本でバラしてみます。まずバラすのに、こちらのネジ3箇所と、それからこちらのネジ4箇所、これを外します。それではバラしてみたいと思います。こちらの3箇所、回転させながらこのように回すと中釜と外釜が崩れます。この釜の4つのネジですね、外します。これで釜の方を分解しました。釜はここの部分に傷がつきやすいです。で、ここに傷があると糸が切れやすくなります。爪の先でこうなぞるようにこするとザラザラした傷を見ることができます。それとここの剣先ですね、ここの部分で糸を作ります。この剣先がだれてきます。針と当たって、潰れたりやってきます。それでこの剣先については潰れ等があれば目の細かいヤスリで少し慣らしてあげます。あまり削ってしまうと剣先の長さが変わってしまうので釜のタイミングが狂うということがあります。あとこちらですね、こちらもここの部分傷があればヤスリで布ヤスリ等の目の細かいヤスリでその傷を作ります。今回あまり傷がないので、最終的にはバフルーターでこのようにパフをかけてあげるといいと思います。傷については、主に他にも確認して、傷があるようでしたら傷を取ってください。あとはバフをかける、そしてきれいにゴミを落とすということですね。中もきれいにします。ペーパーで布ヤスリでヤスリをかけた場合は、ヤスリのくずがですね、こういうところ間に入りますと摩耗の原因になります。ですからコンプレッサー等できれいに拭きます。エアーで飛ばしますね。はい、コンプレッサーで掃除してきました。踏みつける前にネイルの部分ですね、こ
ここに油をちょっとつけます。そして2つの外釜中釜を合わせて、回転させます。そうするとレールがこうカチャッと入るところがあります。これで中釜と外釜が噛み合わさった状態になっています。そうしましたら先ほど外した蓋ですね。これをセットします。均等に締めていって最終的にしっかり締めます。ネジが小さいので、滑らせないように注意してください。これで今回は終了です。細い先の細いドライバー1本あれば釜の分解はできます。